ただいま。ごめん、遅くなった。連絡入れてたの見てくれた？話切り上げるタイミング伺ってたんだけど、なかなか帰れなくて。晩ご飯作って待っててくれてたんだよね。もう食べちゃった？先に食べた？だよね。もうこんな時間だし。悪かった。一緒に食べるって話してたのにまた遅れて。うん。俺も後で食べるから置いておいて。ありがとう。2、3時間で終わると思ってたからさ。びっくりしたよ、俺も。ここまで遅くなって。だいぶ話し込んじゃったな、今日も。今日会った人？いつも話してる人だよ。職場の後輩。休憩中によく相談しに来る子がいるって前に話したろ。その子と会ってた。職場で相談相手になるのもいいんだけどさ、やっぱり時間的に限界があるから、よければ休みの日にゆっくり話聞かせてって誘ってあった。そう。だから俺最近よく出かけてる。その子と会って話を聞くために。今日もさ、カフェでずっと話聞いてたんだけどさ、仕事とかプライベートの話とかいろいろね。うん、そうそう。なんだか、俺の4つくらい下の後輩でさ、可愛くていい子なんだけど、素直だし仕事もすごく頑張ってる。知ってる？そうだよね。俺も結構前にその子の話してるし。けどさ、その子だいぶ気を使っちゃう子で、休みの日まですみませんって。またお菓子くれた。なんか、いつもくれるんだよね。気にしなくていいって言ってるのに。それにさ、なんかその子、お前と似たタイプなんだよね。自分の気持ちを伝えるのが苦手で、何でも一人で抱え込んじゃって、俺がただ話聞いてるだけなのに、心が軽くなりましたって、いつも喜んでくれる。ああいう顔が見られるともっと話聞いてあげたらなって思うんだよね。まあ、誰かが気にかけてあげないと潰れちゃうんだよな。ああいう子は。だから来週の休みもその子の相手をすることになったんだ。そう、来週。どうしてもその日しか予定が合わなくてさ。だから、うん。悪いけど、一緒に出かける予定、次の休みにずらしてもいい？お前と休みが被ってる日、まだ他にあったよね。どうした？またって。そう言ってやんなって。本人はだいぶ悩んでるみたいだしさ。デートなんていつでも行けるだろ。俺じゃなきゃいけないのって。相談に乗るのが？いや、そんなことないよ。けどその子を気にかけてくれる人が周りに誰もいなくてさ。自分から誰かを頼るのも苦手っぽくて。初めて俺が声かけた時も泣きながらやっと話してくれたくらいだし、結構溜め込んじゃってるみたいだから、話し慣れた人の方がいいとは思ってる。だから、ごめん。出かける予定、延期でもいい？別に急ぐようなデートでもなかったろ。何回目って、何が？デートを延期するの？何回目って言われても、数えたことないからわからないけどさ。なんでそんなこと聞くの？いつもなら分かったってすぐ言ってくれるのにさ。その子に優しいんだねって。別にそんなことないよ。力になりたいって思ってるだけ。その子が別に特別ってわけじゃないし。けどそっちを優先するんじゃんって。ねえ、もしかして怒ってる？
延期するのはまずかった？じゃあなんでそんな言い方すんのよ。何かあるならちゃんと言ってよ。その子が大事なんでしょって言う。だから、別にそういうんじゃないって。なんだよ、急にどうした？俺何か気に障ること言った？なんでもないならそういう言い方すんなよ。気分悪くなんだろ。だからそうやって、その子が悪いみたいな言い方すんのはやめろって言ってんだよ。本人は真剣に悩んでんの。なのに俺に構ってもらいたいだけじゃないとか、一人でも大丈夫なんじゃないとか、なんでそんなひどいこと言えんだよ。お前ってそんな心狭い人だった？相手が女の子だから気に入らないの？じゃあなんでそんな態度なんだよ。普段ならそうなんだ、分かったとか、力になってあげてって言うくせに、こんな風にしつこく突っかかってきて、こっちが理由を聞いても何でもない別にって話にならないし、本当に何でもないならそういう態度も嫌味な言い方するのもやめろよ。聞いててイライラする。はぁ？嫌味っぽく聞こえるのは自分のせいでしょってどういう意味？やましいこと。俺がやましいことしてるからそう聞こえるって言いたいのかよ。なんだよそれ。悩んでる子の相談相手になってるだけじゃん。お前だって友達が悩んでたら話くらい聞いてあげんだろ。少しでも力になりたいって思わないの？マジで何なんだよさっきから。そうやってガキみたいに意地張ったり変な言いがかりつけてないでさ、言いたいことがあるならはっきり言えよ。あ？お前今、浮気って言った？何それ？俺がその子と浮気してるって言いたいの？違うって何がどう違うんだよ。あ、もういいよ。もういい。いい。今更そういうのいいから弁解とかいらない。いや、つい言っちゃったってことは心のどこかではそう思ってたってことだろ。なるほど。あ、わかった。そういうこと？ずっと俺疑われてたのかな？その子と浮気してるって。だから今までその子に会うこと OK してくれてたんだ。俺のこと泳がせて、様子伺ってたってわけ？ひどくね？普通に。そんな風に思われてるとは思わなかった。もういい。あ、いい。もういい。やめて。お前の気持ちはよくわかった。だからもういいって今日もうよそ。何も聞きたくない。いい、やめろ。聞きたくないって言ってんだろ。ちょっと外出る。頭冷やしてくる。ね、何回も言わせないで。これ以上は何も聞きたくない。今自分でもお前に何を言い出すかわかんないし。そばに来ないで。ちょっと一人にさせて。ここにいたんだ。家に戻ってもお前の姿がどこにも見当たらなくて。スマホもソファーに置いたままだったから探したし心配した。なあ、寝てんの？さっきのことで話があるんだけど。そうやって背中を向けて寝てるのは、俺の顔なんて見たくないから？ならそっち行ってもいい。横になったままでいいから。
頭、冷やしてきた。頭冷やしてちゃんと落ち着いた状態で考えてきた。さっきの喧嘩のこと。今まで喧嘩なんてしたことなかったのに、なんでこんなことになったのか。なんであの時お前は泣きそうな顔で怒ってたのか。いろいろ考えてきた。まず、改めてちゃんと説明させてほしい。あの子との関係のこと。あの子は、ただの職場の後輩で、それ以上の関係を持ったことは一度もない。今後持つことは絶対にないし、浮気もしてない。けど、今までの俺の行動が原因で、お前を不安にさせてたんだとしたら、謝らないといけない。それと、さっきお前に心が狭いとか、感情任せにいろいろひどいこと言ったことも謝らせてほしい。悪かった。あの時お前にさ、あの子が特別なんでしょって言われて、正直少しハッとしたんだよ。俺自身そんなつもりはなかったし、そういう風に考えたこともなかったけど、改めて思うと、無意識にしてたのかもしれない。特別扱い。もちろん、恋愛感情があってとか、そういう意味ではないんだけど、あの子のことを見てると思い出す。初めてお前と出会った時のこと。あの頃のお前。覚えてる？二人ともまだ学生で、共通の友達の紹介で知り合ってさ。いつも笑顔でいるお前を見て、明るい子だなって素直にそう思った。周りから頼りにされてて、気配りもできて、この子の周りには自然と人が集まってくるんだなって。友達に囲まれて笑うお前を見て、いつもそう思ってた。けど、あの日、たまたま通りかかった空き教室にお前の姿を見つけて、声をかけようとしたら周りから隠れるようにお前は一人で泣いてて、どうしたって俺が聞いても、何でもないからってお前は笑って答えて。でも涙は全然止まらなくて。あの日は結局、あのまま二人で授業をサボって、教室で色々と話したんだったよね。人間関係とか、悩みを色々。俺は今でも忘れられないんだ。あの時のお前の表情。いつも明るく振る舞ってた子が、人知れずこんなに苦しんでんのかって。ずっと一緒に過ごしてて、誰もそれに気づけなかったのかなって。泣いてるお前の背中をさすりながら、自分の不甲斐なさを痛感したのを覚えてる。だからかもしれない。誰にも気づかれないように、毎日必死に笑ってやり過ごして、その分誰にも気づかれずに苦しんで、お前のそういう姿をそばで見ていたからこそ放っておけなかったのかもしれない。あの子のこと。言ったろ？お前と似てるって。周りから頼りにされてるところも、誰にも助けを求められないところもそっくりでさ。あの子の辛そうな笑顔を見るとこの子も苦しんでるんじゃないかなって。あの頃のお前みたいに隠れて一人で泣いてるんじゃないかなって。そう思うとほっとけなかった。どうしても力になってあげたかった。けど、
そうやって周りにばかり目がいって、そばにいてくれる人のことを見れなくなって、一番大切にしていたい人を傷つけてしまった。それも、俺が原因で。お前が本音を言えない性格だって分かってたはずなのに、さっきも思い出してたんだ。あの子と出かけることになって、デートの日程を変更していいか聞くとき、決まってお前は分かったよって笑って返してくれてたけど、でもあれは俺がお前にそう言わせてしまってたんだよなって。あの時の笑顔が泣きそうな顔をしていたことに今更気づくなんてさ、情けない。俺お前にずっと甘えてた。喧嘩のことも今までのことも全部謝らせてほしい。本当に悪かった。私もごめんなさいって。どうして謝るんだよ。お前は別に悪くないだろ。俺のことを傷つけた？まあ、でも、そのおかげで大切なことに気づけたから、良かったと思ってる。お前と、その、喧嘩ができたこと。でも、何？え、どうして、なんでそんなに謝るんだよ。あの子にひどいこと言っちゃった？あの子って、後輩のこと？うん。でもなんでそう思う？自分が最低だって。一人の辛さを知ってるのに、気にかけてもらえることに嫉妬して、構ってもらいたいだけとか、ひどいこと言っちゃったって。うん。私も助けられた一人なのに。そっか。でも、覚えてるよ、俺。いつだったかな。あの子との用事で出かけるって時にお前がさ、その子を助けてあげてねって、心配そうな顔でそう見送ってくれたの。あれはさ、俺が言わせたんじゃなくて、お前自身の言葉だろ。人の痛みがわかるからこそかけられる言葉だったと俺は思うよ。そんなことない。お前は最低でもひどい人でもない。だって俺は知ってる。お前が人の気持ちに寄り添える子で、誰かのために平気で自分を犠牲にしてしまうほど、心の優しい人だって。お前のそういう姿を学生の頃から近くで見ているうちに、俺はお前を好きになっていったんだし、今もその気持ちは変わってない。ああ、嘘じゃないよ。あの頃と同じくらい。いや、あの頃よりももっと好きになってる。怒ってないのって。怒ってないよ。だって、俺お前に謝りたくて来たんだからさ。俺はお前と仲直りがしたい。だから、そろそろ体をちゃんとこっちに向けてくんないかな。ちゃんと顔を見て謝りたい。改めて、今まで悪かった。きっと俺の知らないところでも、お前を傷つけて泣かせてしまってたと思う。本当にすまない。今後こんなことはないようにする。だから、
許してくれないかな。条件がある？何？どんな条件？あの子の力になってあげること？けど、いいのかよ、今度のデート。またさ、延期することになるかもしれないよ。まあ、努力はするし、いろいろ調整はする。約束しないと口聞いてあげないって。わかったよ。うん。その笑顔に誓って約束する。ただもう、お前との予定を変更したりするのはこれで最後にする。うん。今後はお前を傷つけたり泣かせることがないように、何か別の方法で、あの子の力になってあげるつもり。いや、いいの。確かにあの子も大事な後輩だけど、俺が大切にしていたいのはお前だから。お前の気持ちを一番に考えていたい。だから気にしないで。うんうんうん。本当に、俺の方こそ今まで本当に、ごめん。お前のおかげで大事なことに気づけた。ありがとう。ちゃんと伝えてくれて、ありがとうな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくね。いつもコメントありがとう。俺の最大の励みになってます。ラブ。